こんにちは、ミッキーです。今回は下北沢からカフェ&グルメ7選としてお店をご紹介していきます。年明け以降2回にわたって下北沢の街をご紹介してきていまして、特にニューオープンした施設を中心にご紹介したんですけれども、カフェ以外にもですね、グルメとてもおすすめな街になっていますし、今発展してきているような下北沢の中でも昔から愛され続けているようなお店も含め、前回までのカフェ紹介ではお伝えしきれてないような魅力もたくさんありますので、ぜひ今回この動画を参考にしていただいて、カフェだけではなくてグルメやお酒なども十分楽しんでいただけるような参考にしていただければなと思っています。今回のようなグルメ紹介等々も他の街も含めてご紹介していきたいなと思ってますので、コメントとかにも感想を載せていただけるととてもありがたいと思ってます。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは2022年の4月にニューオープンしたばかりのラテさんでございます。こちらのお店に伺った際にお店の方もおっしゃってたんですけれども、コロナ禍を明けてやっとのことでオープンできたということでございまして、めちゃくちゃこだわりが詰まったお店になってますので、ぜひとも訪れてほしいなと思っています。こちらのお店は下北沢の隣にあります世田谷代田駅から歩いて5分の隠れ家レストランになってるんですけれども、世田谷代田の駅自体が下北沢から歩いてもすぐの場所にありますので、ぜひですね、下北沢に訪れる際に訪れてほしいなとも思っています。日中はこちらの全面ガラス張りの窓からいっぱい光が差し込んでくれまして、この雰囲気もとてもおしゃれな感じになっていますし、ランチタイムは16時までやっているということでございますので、少し遅めに来ていただいた場合でもお得にこちらのランチメニューを楽しめるのかなといった形でございます。今回いただきましたようなオムライスの他にもハンバーガーなどのメニューも充実してますので、ぜひお好みのものを頼んでほしいなというところです。ちなみに夜は23時まで営業しているということでございますので、夜はおしゃれなカクテルや豊富なメニューの取り揃えで雰囲気抜群になっている空間を楽しんでほしいなといったところでございます。店員さんの接客もとても素敵でございますので、居心地も抜群になっているのかなといった印象です。こちらはこの日いただきましたラテ特製のオムライスプレートでございます。1200円にはなるんですけども、サラダもついていて、ハンバーグもついていて、オムライスもついていて、さらにパンもついているということでございまして、とてもおすすめなメニューになっていますので、ぜひこちらに訪れた際は一度は頼んでほしいようなメニューになっています。ちなみにこちらのラテさんの席は様々な種類のテーブルや椅子も取り揃えていますので、もしお店に訪れた際に席に余裕がありましたら、自分の好みの席を選んでいただいて、こういった頼んだメニューと一緒に写真なんかを撮っていただくとより充実するかなと思っています。さらに平日のディナーの時間帯に関しましては、店内もペットの同伴が可能になったということでございますので、ぜひワンちゃんも連れて家族全員で訪れていただくのがおすすめかなと思っています。そしてこの日はドリンクとしてドリンクセットではオレグラッセを頼みまして、別途昔ながらのメロンクリームソーダも頼ませていただきました。メロンクリームソーダもですね、この見た目にもめちゃくちゃ美味しいですし、オレグラッセはコーヒー豆の風味も感じることができまして、そのあたりもとても美味しい部分でした。昔ながらのメロンクリームソーダなんかも少し甘みを抑えたような大人の味わいになってましたので、その辺も注目かなと思っています。さらにこの日に頼みましたのは昔ながらの喫茶店のプリンでございます。こういった形でクリームがたっぷりと乗っていまして、プリンと合わさってめちゃくちゃ美味しく味わうことができますので、ランチタイムはもちろんですけれども、カフェタイムに訪れていただいた際にはこちらのプリンと合わせて楽しんでいただくというのもとてもおすすめかなと思っています。続いてご紹介しますのは2020年の2月にニューオープンしました虹色カレー食堂でございます。2020年にオープンしてますので、比較的新しいお店になってるんですけども、大変人気がありまして、この日も階段の先まで並んでいるような様子でございました。以前までの動画では下北沢の新しい街の様子なんかをご紹介してますけれども、もともと下北沢という街自体がサブカルの街でもございますし、カレーの激戦区にもなってますので、そんな激戦区の中にオープンしていながらも人気を誇るお店だという形で覚えていただければなと思っています。こちらのお店は化学調味料無添加の手作りスパイスカレー屋さんになっていまして、
ご飯は玄米を使ってるんですけども、それがエスニックなカレーととてもマッチしていて美味しいようなお店になっています。後でご紹介しますけれども、人気ナンバーワンは牛すじスパイスカレーだということでございますので、ぜひこちらのお店に訪れていただいた際には試していただきたいなと思っています。こちらで提供していただけるカレーの牛すじはめちゃくちゃトロトロになっていまして、スパイスも癖がなくて食べやすい印象になっていました。さらにこちらのカレーにつけていただく付け合わせのピクルスなどのもめちゃくちゃ美味しくて味も飽きないような印象になっています。で、こんな感じで内装はエスニックな雰囲気になっていまして、座敷やカウンターの席選んで楽しむことができますので、そのあたりも嬉しい部分になっているかなと思っています。建物の設計自体がとても特徴的になっていまして、その特徴的な建物の設計を生かした店内の設計、内装なんかもとても注目かなと思ってますので、ぜひそのあたりも合わせて楽しんでいただきたいなと思っています。こんな感じでメニューは複数ありまして、トッピングで9種の野菜なんかを添えていただくことができますので、もしお腹に余裕がある方なんかはこれも合わせてカレーを味わってほしいなと思っています。そしてこちらはこの日にいただきました牛すじオムチーズカレープラス9種の野菜盛りでございます。こんな感じで素揚げした野菜もめちゃくちゃ美味しい形になっていまして、スパイスが効いた牛すじカレーに加え玄米とさらにオムチーズが乗っているというめちゃくちゃ満足感たっぷりな麺になっています。もう本当にこの一つのお皿に魅力がたくさん詰まっていますので、こんな感じで動画だったりとか写真を撮っていただくのにもめちゃくちゃおすすめかなと思っています。本当に下北沢という街自体がカレーの激戦区になっていまして、このカレーの激戦区の下北沢でもオープン当初からめちゃくちゃ人気である理由も納得できるかなと思っています。続いてご紹介しますのはバロンデッセさんでございます。こちらは下北沢にあるギャラリー併設のコーヒースタンドになっていまして、アートも楽しめるようなお店になっています。もちろん芸術の方のアートもそうなんですけども、ラテアートもめちゃくちゃ本格的なものをいただくことができまして、18年の経歴を持つ職人バリスタでもある店長さんが提供するラテ専門店になっているというところがそこの背景にはあります。こちらの店では最高級のスペシャルティーコーヒーで作るラテアートや、夏にはエスプレッソかき氷を片手にアートを楽しむことができます。で、こちらではコーヒー豆の販売なんかもされていまして、全国各地から選び抜かれたコーヒー豆を提供してくれてますので、もし注文していただいたコーヒーが気に入られた方はこちらでコーヒー豆を買っていただくというのもお勧めできるかなと思っています。ちなみにこちらのお店では混雑さえしていなければ予約不要でラテアート体験をすることができるということでございますので、興味がある方は挑戦してみていただくのもとてもおすすめかなと思っています。実際にテレビのロケなんかでも芸能人の方々がラテアートを体験されているということもありまして、そういったタイミングをきっかけにファンの方が訪れるなんてこともあるかということでございました。コーヒーのメニュー以外にも焼き菓子なんかも提供されていますので、小腹が空いた場合にも楽しめるかなと思っています。結構外から見た感じはあんまり席が多いように感じられないかと思うんですけども、実際に入っていただきますとこんな感じで奥にも座席が用意されていますので、実際に訪れていただいた際には店内で楽しむというのも選択肢になるかなと思っています。そしてこちらはこの日いただきましたカフェラテの M サイズでございます。やっぱりラテアートがとてもおすすめだということでございまして、せっかくなので頼んでいただいた際にはラテアートも撮影していただきたいなと思っています。ラテアートは入れたての瞬間が一番美しいかなと思ってますので、シャッターチャンスを逃さないように撮っていただいて、あとはじっくりとコーヒーを楽しんでほしいなと思ってます。続いてはコフィアエクスリブリスさんでございます。こちらのお店は店内の撮影が禁止になってますので、そのあたり注意してほしいなと思っています。今回は特別にご相談させていただきまして、フードメニューとコーヒーだけ取らせていただいたんですけども、店内の内装だったりとかそういったところは禁止になってますので、十分に注意していただいた上で訪れてほしいなと思っています。ただですね、こちらのお店コーヒーめちゃくちゃ本格的ですし、とても過ごしやすい空間になってますので、ぜひ知っていただいた方は実際に足を運んでいただいて、店内の素敵な様子なんかも感じていただければなと思っています。今映させていただいています通り、コーヒー以外にも焼き菓子もとてもおすすめになっていまして、特にこちらのレモンタルトなんかは甘さとレモンの酸味が絶妙でコーヒーととてもマッチするような味になってますので、ぜひ試してほしいなと思っています。コーヒー豆に添えていただくこちらのイラストもめちゃくちゃおすすめでございますので、そのあたりも楽しんでほしいです。続いては2021年の5月にニューオープンしましたストックマートさんでございます。こちらはカフェとかグルメスポットではないんですけれども、コストコの商品を買うことができる再販店なので、ぜひご紹介したいと思って今回撮影させていただいています。コストコというと会員制のイメージかと思いまして、会員カードがなくても買えるというところがめちゃくちゃおすすめになっています。
ただですね、コストコの再販店でございますので、会員の方が実際に買う値段よりは少し高くなってしまうんですけども、それでも普段は会員の方しか購入できないようなコストコの数々の商品を買うことができるというところでおすすめですし、下北沢駅からも近い位置にありますので、ぜひ一度は訪れてみてほしいなと思ってます。続いては下北駅上というところからお店をご紹介していくんですけども、こちらは小田急線の下北沢駅の上にあります商業施設になっていまして、駅を上がると気持ちが上がる、暮らしが上がる、住む人、訪れる人、みんなの毎日が上がる場所へというコンセプトのもと運営されているような商業施設になっています。今回ご紹介させていただきますシュマッツの他にもですね、たくさんおすすめなグルメスポットがありますし、こちらにはスターバックスなんかもありますので、下北沢駅で待ち合わせをしている際にはこちらで時間を潰していただくというのもいい選択肢になるかなと思っています。そんな中、今回ご紹介させていただきますのがこちらのシュマッツのベーカリー&ビアというところでございます。ドイツのビールや料理の持つ魅力を広めるべく誕生したシュマッツが今までとは違ったコンセプトでオープンしたのがこちらのシュマッツベーカリー&ビアというところでございまして、ここの下北沢店ではお昼から全メニューを楽しめるほか、平日のランチタイムのお得なメニューや下北沢店のみで提供している限定メニューなんかもあります。なんといってもドイツだからこそビールがめちゃくちゃおすすめになってますので、お酒を飲める方々なんかはビールを楽しんでほしいなと思っています。こちらで提供されていますオリジナルのビールは原料を大麦、ホップ、水に限定したドイツのビール純粋例というものに基づく本格派になってますので、一度は試してほしいなと思っています。さらに日本で10年以上ビール純粋例を守り、本格的なドイツビールを作るブルワリーとタッグを組んでいるということでございまして、ドイツのレシピ、そしてドイツの原料を使用し開発してくれているということでございます。他にもソーセージ3種盛りですとか、ワカサギのフリット、あとはハムなんかもおすすめですので、ぜひ訪れていただいた際にはビールと合わせてこういったおつまみも楽しんでほしいなと思っています。続いてご紹介しますのは2021年の8月にニューオープンしたばかりの極み肉というところでございます。お店の名前の通り、お客様に本当に美味しい焼肉を味わってほしい、そんなコンセプトのもと生まれたお店でございまして、今回ご紹介させていただくような厳選した黒毛和牛や米沢牛を一枚一枚丁寧にカットして提供してくれているめちゃくちゃ美味しいお店になっています。さらにお肉に合わせて使い分ける自家製のタレがとても注目になっていまして、その自家製のタレに引き出された肉本来の味を楽しめるというところも特におすすめなポイントになっています。黒毛和牛の中でも一定の基準を満たした肉のみが得られる米沢牛の称号を冠する最上級のお肉を比較的リーズナブルにいただけるのはこちらの極み肉さんならではになっています。こんな感じでタッチパネルの操作でお肉の注文をしていただくこともできますので、このあたりも嬉しいポイントになっているかなと思っています。ただですね、別の紙のメニューもありますので、そちらを眺めていただいてタッチパネルで注文することもできます。それではここからはこの日に頼んだメニューなんかをご紹介していければと思うんですけども、まずはキムチの盛り合わせですね。3種のキムチを盛り合わせしてくれます。でこちらの極み肉さんはメニューの提供もとても素敵になっていまして、この器とかも含めとても美味しさを視覚的にも味わえるようなお店になっています。こちらこの日に注文しました黒毛和牛の特上カルビになっています。もう見てるだけでもめちゃくちゃ食欲がそそられるかなと思ってます。でこちらは厚切りの牛タン塩になっていまして、この厚みのある牛タン塩に切れ目が入っていまして、後でご紹介しますけれども、焼いてる際にお肉が焼き上がっていく様子も見ていて楽しいので、ぜひそのあたりもですね注目してほしいなと思っています。あとはこちらのニンニクスタミナハラミというものもいただきまして、ニンニクが効いているのも美味しいですし、このハラミ自体も脂身が少なくてとても美味しかったです。であとはこちらでご紹介していますような焼肉専用のぶっかけ韓国というメニューのご飯メニューもありましたので、この辺りもですねこの焼肉店に来たからこそ試していただきたいようなご飯メニューになっているかなと思っています。私自身、牛角とかも含めなんですけども、焼肉に来た際にはなんとなくこの韓国海苔がトッピングされたご飯頼んでみたくなるなという印象でございます。でこちらは先ほどご紹介しました厚切りの牛タン塩になってるんですけども、焼いていただくとこんな感じでめちゃくちゃ美味しい雰囲気が伝わってくれるかなと思いますので、この切れ目を中心にうまく熱が伝わってくれてめちゃくちゃ美味しかったです。そして最後にご紹介しますのは2022年の3月にオープンした井の頭線高架下施設みかん下北にオープンしたこちらのタイ料理店でありますタイ屋台カオカオカオというところでございます。こちらのお店コンセプトはタイの 100% 再現を目指した
パスポートなしで行けるタイ旅行ということでございまして、タイに訪れたことがある方はもちろん、タイに訪れたことがない方でも楽しめるようなそんな施設になっています。こういった形で夜になりますとこのネオンの雰囲気も相まってめちゃくちゃ現地っぽさがあふれる空間になっていますので、この辺も SNS 映えな空間だなと思っています。お客さんの層も男女で来ていただいている方もいましたし、男性同士そして女性同士なんかでも楽しんでいただける様子でしたので、どんなお客さんにでもマッチするようなそんなお店になっているかなと思っています。でこういった目から入る刺激的な色使いとかカラフルな椅子とか現地で見るようなこんな大きな電光広告なんかもそうなんですけども、お店の中で流れているような曲もタイのポップミュージックだったりというところで、なんとなくこのフェスティバルを思わせるような賑やかな雰囲気も特徴的かなと思っています。こちらのお店の創業者の新井さんという方がタイに幾度となく通ったことで数百の屋台を巡ったりとか、あとはそこでの出会いを通じてお父さんお母さんたちの味を日本でも食べてもらいたいと思った思いで立ち上げたということでございます。でこちらのお店結構休日なんかは並ぶことが多いんですけども、並んでいる間もこういったメニューを眺めながらタイの豆知識なんかを学ぶこともできますし、これを見てるだけでも時間が経ってしまいそうなそんな工夫もされていました。海外旅行も最近は行きやすくなってきたかなと思ってますので、皆さんもタイミングを見て訪れてほしいなと思っています。そしてこちらこの日いただきましたビールになってるんですけども、一つは右側のプーケット、左側はシンハービールになっています。このビールに合ったおつまみを楽しめるというところも嬉しいポイントです。でこちらはこの日いただいた空心菜炒めですね。あとは蒸し生春巻きエビのものをいただきまして、こんな感じでまさに現地の料理といった雰囲気を味わっていただけるかなと思っています。で他にいただきましたのはこちらのガパオライスになっていまして、ガパオライスもやっぱりアジア料理の中では有名な部分ですよね。私もマレーシアとかシンガポールに行ったことはあるんですけども、タイはまだ訪れたことがないので、こちらのお店に来たことでさらに行きたい欲が高まったかなと思っています。以上、今回は下北沢からカフェ&グルメ7選をご紹介させていただきました。合わせてストックマートというコストコの再販店もご紹介させていただきましたので、下北沢を訪れた際に食を十分に楽しめるような情報の参考としていただけるととてもありがたいです。下北沢はカレーの激戦区ということもありまして、カレーがおすすめなんですけども、新しくオープンしたようなタイ料理店とか、あとは今回ご紹介した極み肉のような本格的な焼肉店、さらにシュマッツさんのようなドイツビアが味わえてドイツ料理も楽しめるというところで、もうこの動画の中だけでもすでに4カ国楽しめてるかなと思っています。コーヒーもいろんな産地がありますので、それも考えるとめちゃくちゃ国際色あふれるような空間になっているかと思いますので、海外旅行のチャンスが増えてきたけれどもやっぱりまだまだ不安だという方でも、この下北沢に訪れていただくことでそういった雰囲気も楽しめるかと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。